ナマスカール。こちらのチャンネルではインドを安全できれいに楽しく過ごそうをテーマにインドについて発信していきたいと思っています。今回は後編8から15です。生活雑貨が続きまして8個目、キッチン用ゴミ箱です。これ刺さらない方には全くどうでもいいことかもしれませんが、意外と共感してくださる方いるんじゃないでしょうか。完全に QOL 向上のためのものです。インドのゴミ箱って多分ほとんどのうちがこのバケツタイプじゃないかなって思うんですが、これが地味に嫌で、というかゴミ箱が問題なのではなく、その住まいに合っていればもしかしたらあまり気にならないのかもしれませんが、なんかゴミ箱だけ急にどうしたみたいな違和感で買おうと思って見に行ったのですが、っていう感じでいいのが見つからないと思い、買えないまま時が流れ、意識をして荷物に入れたわけじゃないんですが、うちの船便が到着してゴミ箱が入っていた時はテンションが上がりました。これは留学生の方とか荷物をたくさん持ってこれない方には関係ない話になってしまって申し訳ないです。ちなみに駐在の方が多く住まわれているマンション、ゴミ捨て場が各階にあるのはご存知でしょうか。これも知らなくて、住人の方がなんか時々階段の方に行ってるなとは思ってたんです。最初は気にしていなかったのですが、朝なんか何度も行っていて、でもインドの人って絶対に階段使わないしな、何か特別な設備でもついてるのかなって思い、エレベーター待ってるついでに踊り場を覗いてみると、そこにはゴミステーションが。お掃除してくれる人が毎日入るので、ゴミを自分でどこかに捨てに行くっていうことが今までなかったんですね。毎日来てくれるとはいえ、真夏は生ゴミを早く家から出したいっていう人はこちらのゴミステーションを利用されるといいと思います。9つ目はトイレットペーパーホルダーです。ペーパーの予備を受けて使うものも置けるみたいなのが便利かもです。インドって本当に使う人の気持ちになっては施工していないので、平気でシャワーの隣にペーパーホルダーがついていたり、なんならもはや紙を設置すらできない位置についていたり、これはデフォルトです。これも意図せず入っていて、結果とても重宝しているのですが、こういうちゃんとしたものでなくてもカゴに予備を積んでその上に使っているものを置くスタイルでもいいかもしれないです。10個目は野菜保存袋。これ皆さん使ってますか？インドで野菜を買うときに自分で量を選んで測って買う時もありますが、ネットだったりパック売りになっているものを買う場合、意外と1個の量が多い時があるんですよね。ちなみにインドで野菜を買う場合は大きく2種類っていうんですかね。1個目はブリンキットなどネットで買う、2つ目が八百屋さん、スーパーなど実店舗で買う。八百屋さんはおそらくレジで測るスタイルで、スーパーだと野菜セクションに測りがあるので、そこで測ってもらって値札をつけてもらう。その中でもまたパターンが分かれていて、1つ目は自分で量を選ぶ。で、2つ目はパックになっているものを買う。で、パックになっているものもこの1パックでいくらっていう表示もあれば、別にそのまだ値段は決まっていなくて1キロでいくらですよっていう表示だけの時もあるので、それも測ってもらっていくらっていうのを貼ってもらうんですが、インドって意外と野菜果物の値段が季節によってどんどん変動していくんですよね。この間までブロッコリーが例えば50円ぐらいだったのが気がついたら400円ぐらいになっていたり、なのでいつも買ってるものも意外と注意が必要で、レジに行ってからあれなんか高いなと思っても全然そのものキャンセルしたかったらできるので、やっぱり今日はこれいいですっていう感じで言ってみてください。で、このパックになってるものですが、
インドの場合一家族の人数が多いので、おそらく必然的にパックが大きくなっちゃうのかもしれないんですが、特にネットで買うと届いた量を見てびっくりすることがあります。保存袋も最初は持ってきてなかったのですが、野菜の量に対する消費スピードが追いつかなくて、一時帰国の時に買ってきたんですが全然違います。なんか心に余裕も生まれるし、これは留学生や荷物量に制限のある方も持ってきやすいと思うので、自炊する方は1袋試しに持ってきてもいいかもです。11個目は消音系のグッズです。これは地味に持ってきてよかったというか、一時帰国で買って帰ってきてよかったなと思いました。インド在住の方、毎日椅子の音うるさくないですか？もう全然慣れなくて、試しに一時帰国の時に椅子用のカバーを100円ショップでワンセット買ってきたのですが、びっくりするほど効果がありました。あと扉どうでしょうか？閉める時にすごい音が鳴るのですが、クッションつけたら全然違います。地味なことですが、絶対になくてはというものではないですが、あると効果てきめんです。12個目は食器用洗剤。インドの食器用洗剤ってスーパーに売ってるいわゆる一般的なものもちょっと落ちづらいんですよね。洗濯洗剤や柔軟剤は特に気にならないのですが、食器用洗剤は日本のものと汚れ落ちが全然違うので持ってきてもいいと思います。またどなたかインド国内で何かいいものをご存知でしたらぜひ教えてください。13個目はおしゃれ着洗い洗剤です。これは持ってきてよかったというか不便だったので一時帰国の時に買い足したのですが、インドでも売っているのですが、匂いがあんまり好みでなく、洗った感じもなんかどうなのかなっていう感じだったので、インド国内でもいいものあるかもしれないですけど、探すのも大変だと思ったので、日本から持ってきちゃうのが楽かなと思いました。14個目は UV パーカーです。皆さんお持ちかもしれませんが、3ブロックの上着、ちゃんとしたものが1枚あるといいと思います。現地の方はストールを使ってうまく日をブロックしていますが、インドの日差しはやっぱりすごく強い。私自身は日に強い方で焼けてもいいって思っているので、今までこういう UV カット商品積極的に買ってこなかったのですが、そんな私でも一時帰国に買ったくらい、北インドは40度超えは当たり前で50度近くまで行く時もあるので、さすがに日差しで皮膚がじりじり痛いぐらいの時があります。現地の人も日本みたいないわゆる日傘ではないですが、日よけで傘さしている人もいるので、日傘も使っていいと思います。上着は1枚常に持っていると室内、車内が寒い時の冷房対策にもなるので、フード付きの UV 上着も1枚あるといいと思います。15個目、絆創膏。これは正直わからないです。私が買ったのがたまたまなのか、違うメーカーのものはちゃんとフィットするものがあるのか、ちょっと包丁で切りまして、こちらで絆創膏を買ったのですが、思いのほかプラスチック感が強く、これ映像で見るよりずっと硬くて厚いで、ウォータープルーフって書いてあるんですが、そんなに皮膚にフィットしないので、ウォータープルーフも何もないって思いました。私は友人に絆創膏オタクがいるので、彼女おすすめのケアリールですが、普段使っている馴染みの絆創膏とか、あと傷パワーパッドとかあってもいいかもしれないです。いかがだったでしょうか。ためになったものから全然共感できなそうなものもあったと思いますが、一つでも参考になれば幸いです。本当は殺虫剤や衣類用防虫剤とか持ってきたいのですが、この系統はインドを持ってきちゃダメなんですよね。蚊のワンプッシュ系とか、うちは出たことないですが G のワンプッシュとかね、持ってきたいですよね。衣類用防虫剤とかも持ってきたいんですよね。
インドのはいわゆるナフタレンの強烈な匂いのもので、ほんと昭和の洋服ダンスみたいな香りに全部なってしまうので、もし香りがケミカルっぽくなくて効果のある防虫剤知っていましたらぜひ教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。